心のタンクというものがあります。あなたの心のタンクは今どのくらい水が入っていますか？その心のタンクに水を注いでくれるのは何でしょうか？皆さん、こんにちは。ドクターユースケこと医師の高宮ユースケです。人生のトリセツ、あなたの幸せケアをお送りします。第6回のテーマは、ストレスを知り対処するです。自分のストレスをキャッチし、あなた自身の対処法を明確にしていきます。また、あなたの心のタンクについても一緒に考えていきます。さあ、あなたはサーファーです。目の前にいるのはイルカではなくサメです。何を感じるでしょうか？何を考えるでしょうか？早く逃げたい、怖い、食べられてしまう。この時にストレスを感じていると思いますが、このストレスは良いストレスと思いますか？悪いストレスと思いますか？確かに力が入って逃げられなくて食べられてしまったら、悪いストレスかもしれませんし、ここにちょっといい波来てるじゃないですか。集中してこれに乗って逃げられたら良いストレスかもしれません。ストレスは悪者か？ある程度ストレスをかかるとパフォーマンスは過度になるとパフォーマンスは下がっていきます。例えばオリンピックの選手金メダル取るんだ、パフォーマンス上がりますけれども、日本中を背負ってるとか思うとパフォーマンス下がるかもしれません。原始時代、私たちの祖先は猛獣と戦っていました。この時には過度なストレスが必要だったんですね。生き残るために。血圧を上げて、心拍数を上げて、筋肉を緊張させて、聴覚を過敏にして戦うか逃げるか。このためにこの大きなストレスが必要だったんですね。でも今どうでしょう？こうやってサメに会うこともそんなにないでしょうし、また、猛獣と会うことも普通はなかなか会わないですよね。でも勝手に職場とか学校とか家庭とかでこんな大きなストレスを作ってるかもしれません、自分で。その大きなストレスはなくても、LINE とか、いろんなネットとかで、本当はもう寝たいのに、これ返さないとまずいかしらっていう時、人間大臣のストレスだというふうに言われております。ストレスは体にも影響する心筋梗塞、命に関わりますが、FIFA ワールドカップ、サッカーのドイツでの研究、ドイツ戦がある日、結構皆さん騒ぐのかもしれませんが、心筋梗塞の発症率、男性3倍、女性2倍だそうであります。ストレスと医療ミスの関係、アメリカのデータ、仕事に強いストレスを感じている研修医はそうでない研修医に比べ、医療ミスの発生率は6倍だそうであります。さあ、ここからちょっと皆さんと一緒にワークをしていきたいと思います。皆さんはストレスを感じていることを何で知りますか？体の変化、気持ちの変化、行動の変化。私は結構口内炎ができたり、歯肉炎できたり、あと小さなことにイライラしたりします。学生たち聞いてみると、ニキビとか食欲不振、眠い、食べる、それから頭痛、腹痛、アトピーの悪化とかいうことを言っています。皆さんいかがでしょうか？ちょっと考えてみましょうか。画面をちょっと止めていただいて、考えていただいて、ある程度考えたらまた再開していただければと思います。気持ちの変化、イライラする、落ち込むってなりますし、体の変化、頭やお腹痛くなる、ドキドキするってなるかもしれませんし、行動の変化、すぐ切れる、眠れない、食欲がないとかいうのもあるかもしれません。ぜひそれをキャッチしてあげるっていう大事なことであります。皆さん、ストレスを感じているときにどんな対応をしていますか？私はスポーツジムで汗かいて、そして冷たいチューハイとか一つありますが、学生聞くと眠るとかスポーツとかゲームとか漫画とかネットとか買い物、食べる、お酒があったり温泉とかありますけど、皆さんどんな対処法をしているでしょうか？意図的にやってるかもしれませんし、ちょっと思い出してみてください。ちょっと考える時間を取ります。一旦画面止めていただいて、ある程度考えたら再開してください。はい。これ重要なのは、ストレスがかかっていることをキャッチしてあげること、そしてその対処をしてあげるということであります。すぐには忙しくてできないかもしれませんが、意図的にその機会を作ることが大切です。さあ、次にご紹介していくワークは、心のタンクというものがあります。あなたの心のタンクは今どのくらい水が入っていますか？その心のタンクに水を注いでくれるのは何でしょうか？水を出してしまうものは何でしょうか？ちょっと私の例で説明していきます。今あなたの心のタンクの、何パーセント入っていますか？例えば 70% でちょっと水の量を書きます。これも120% でも今日の様子、自分の主観的な感覚で結構です。書いてみてください。
で、次に、注いでくれるのは何かって、私ですと、患者さんからの感謝の言葉、講演後の拍手、運動後のビール、家族は穏やか、生きがいを感じるとかですね。水を出してしまうのは何か、患者さんご家族との行き違い、同僚の誤解、重なる仕事の締め切り、自分の時間が取れない、妻の一言というのがあるんですが、これ妻にも了承を得ておりますが、妻は看護師なんですが、結婚前はこう言ってたんですね。男は、社会で戦ってくる戦闘機だ。私はその戦闘機が羽を休める空母になりたい。結婚前は。結婚後はどうなっているかと言いますと、戦闘機が羽を休めようと思って空母に近づいていくと、迎撃されるということです。さあ皆さん、このタンク何%水今日入ってますか？今入ってますか？注いでくれるのは何でしょうか？キーワードとか、箇条書きでも結構です。いくつか書いていただいて、出してしまうのは何でしょうか？これもちょっと書いていきましょうかね、ある程度。一旦これ画面止めていただいて、ある程度ワークしたらまた再開してください。いかがでしたでしょうか？案外水を出してしまう項目は職場とか家族とか自分ではコントロールできないことも多いと思います。でも水が減っていることが分かれば注いであげることが重要です。その機会を意図的に取ってあげてください。あと今日の内容はセルフケアできていますか？マインドフルネスを生かしての中に書いてあります。南山堂から出ておりまして Amazon などでも、購入可能です。ぜひご覧ください。あと CD ロムついておりまして、私の声で6種類の瞑想がありますので、こちらもご活用ください。今流れている曲は Calm the Light。私が第20回日本改良学会学術大会の大会長を務めた時に作成した大会のテーマソングです。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは、あなたの心のタンクを満たそうです。心のタンクの水が出てしまうこともあるでしょう。その時は心のタンクを意識して水を注いであげてください。それこそがあなた自身のケアにつながっていきます。また、小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクのご連絡の Google フォームからご依頼ください。本日は見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。それでは失礼します。